で丸めちゃうとここ瞬時に身体が変わる姿勢の秘密、中心軸とは何か。実在するようでいてここは一条どこか曖昧、非科学的な説明ばかりに戸惑い途方に暮れてきたあなたへ、すごいな、ゲンさんのこれがポテンシャルっていうことですね。もう今やったあれ全部教えます。その正体を一気に絶対わからない解き明かします。一瞬にしてなんか体感がね強くなったりとか、突きの威力が変わったりする、その瞬間的なね体の変化っていうのが嘘っぽいなって思うかもしれないですけども、突き詰めて言えば何をやってるのかっていうことを、この動画でね種明かしをしたいと思います。例えばね、筋肉だったら一瞬でその体幹が強くなるなんていうことは絶対ありえないわけなんですね。筋肉が成長するにはそれなりにやっぱ時間がかかるわけなんで、一瞬で変わる可能性のあるもの、ここが超大事な部分。実現する可能性があるのは何かっていうと、神経系の働き方なんですね。先日発売した書籍、この神経系の話にも、ざっとは触れていますけれども、この動画ではあまり難しくなりすぎないように解説していきたいと思います。まずいわゆる、使える筋肉、この筋肉の繊維の太さよりもまず、姿勢、そしてその姿勢の整いによって神経系の最適化が起こると。それからこの筋肉の力の発揮という順番になります。だからこんなにね姿勢っていうふうに言ってるんですね。その一連の流れが分かってしまえば、猫背になっていたとしても腰を反っていたとしても最適な筋肉の力の発揮っていうのは自由にできるようになるんですね。最初のステップの段階としての姿勢になると、まずここを頭に入れておいてください。で、特に注目すべきところっていうのは背骨の自然なカーブ、これをいわゆるニュートラルポジションっていう言葉になるんですけども、これの重要性です。その理由を威力を上げるっていう観点で、深く掘り下げていきます。これがもうちょっとこう、もうちょっとこう、もうちょっとこう、これ中立位とは運動学や解剖学の分野で用いられる用語で、各関節が最も自然な配列をとっていて、人体、筋などに無駄な張力がかからない姿勢を指します。要するに力を抜いても楽に保てるポジションであり、外力に対しても安定しているため疲れにくい状態です。骨盤は軽く前傾し、脊椎においては腰椎は30度から50度の前腕、胸椎は20度から40度の後腕と言われています。ただしこの幅広い角度はあくまで統計的な正常範囲であり、実際にはその人固有の最適中心点が存在します。健康上問題ないという遊びのある角度ではなく、最も荷重分散と筋活動効率が良い一点、終鉄ではもちろんこの厳密な中立位を追求します。背骨のカーブをこの体の形だけを見てるとね、僕がですねお腹がね結構膨れてますので、その形だけを見るとすごくね腰を反ってるように見えると思うんです。これは息を吸った時の状態になります。どうでしょう、かなり腰反ってるなっていう感じに見えると思うんですね。でこのまま息を吐いていきます。こうすると背中のカーブがだいたい見えてきたかなと思うんですけれども、腰を反ってるわけではないんですね。非常に指導していて、多いなっていうのがこれです。これが
こうなったら反りすぎ、これは逆に曲がりすぎ。これを角度で調整するんではなくて、ちょうどいいポジションになった時にピクッと変化するというか、これを探していくという作業になります。どうしてねこの中立位、ニュートラルポジションが大事なのかっていうと、神経機能と密接に関わっているんですね。劇的にこのパワーを変える重要なポイントがあって、それは体のセンサーを鋭くするっていうことです。固有受容器っていうセンサーがね、このニュートラルポジションに近いほど正確に情報をキャッチして伝えてくれます。でこれによって、自分の体がね今どういう状態になっているのかっていうのを正確に把握できるんですね。こうなっちゃう。なるほど。戻すとこうなる。おいしょ。戻すとこうなる。おいしょ。ね、例えばねパソコンとかを使っていて、いろんなソフトがね立ち上がっていてごちゃごちゃしてる状態よりも無駄なねソフトを全部落としてパソコンのねメモリがすっきりした状態だとソフトがすっごい快適に動くような感じっていうのがあるじゃないですか。こんなイメージで、考えてもらってもいいかなと思いますけども、それが例えば大腰筋とか多裂筋とか腹横筋とか骨盤底筋、こういう姿勢を制御するのにとっても大事な筋肉たちなんですけども、これがですねパリッとそれぞれがね適切に動いてくれるっていう。でこの感じが分かるともうめちゃくちゃ作業がねはかどるような感じ、とにかくね力の出方がものすごい変わるっていう、この劇的な変化を感じるようになります。でこの働きというのは、体の表面には現れにくくて、触ってもねほとんど変化を感じるようなものではないんですけれども、そんな感じでねこの仙骨が生える感覚とかっていうのも背骨のカーブとものすごく密接に関係しています。じゃあねその OS がすっきりする感じっていうのをもう少し噛み砕いて説明していきたいと思います。まず、自分たちは体がね動作を行う時に脳がまずねその動きによって生じるこの体の不安定さとか、そういうのをあらかじめ予想をしてこうなるだろうなっていうので体幹をまず先に安定させるっていう仕組み、先読みしてインナーマッスルを活動させるっていう仕組みがあるんですね。で実際に動きの中でそうは言っても想定した状態からちょっとズレが生じるわけなんですけども、この時にはリアルタイムで臨機応変に筋肉の張力を調節するガンマループっていう神経の働きがあります。だけどもしね最初から必要ない緊張があったりとか姿勢が崩れていたりすると、こういう神経システムがうまく働かなくてせっかくの筋肉も十分に発揮されないっていうことが起こるんですね。つまりね本当に大切なのは個々の筋肉の強さ以上に体の準備が整った姿勢っていうことになるんですね。で自分たちの体、この身体構造が最も優先しているのは重力に抗って効率よく立つっていうことですね。ここにものすごく重要度が高いっていうふうにインプットされてるんですね。でそのための、中心軸っていう概念よく言いますけれども、これは、背骨じゃなくてねさっき言ったこの神経が効率的に働いて、筋肉に適切な指示を出して無駄なく、立つための、その中心に位置すべきバランスポイントみたいな、そういうものなんですね。ニュートラルポジションっていうのをここを見つけて深層筋がきちんと働く状態を作ると。これは要するに
もう体の感覚のセンサーを高めるっていうことにつながってるんですね。これが最適化されることによって結果としてそれが爆発的な威力につながるということです。今日お話してきた内容はなんかねこうアスリートとかそういう人だけに必要なものではなくて、なんか可能性を感じたいなっていう方にとってものすごく効果的な部分なんですね。適切な神経の働きをもたらすためのこの体の基盤になる背骨を中心とした姿勢の重要さっていうのは本当にもう一番最初に取り組むべきぐらい重要なものなので、皆さんもぜひじっくり研究してみてください。以上です。ありがとうございました。